ボンジュール。エッフェル塔が見えています。この場所はと言いますと、ミュゼ・デュ・ケ・ブランディ・ジャック・シラクという名前の博物館です。2006年オープンですから、パリでは比較的新しい博物館。アフリカ、アジア、オセアニア、アメリカなどの地方のアートが展示されています。今日のお目当てはこれです。着物。そうなんです。着物の展覧会が開かれているということでやってきました。この場所ちょっと変わってるでしょう。敷地の中がまるで森のよう。その奥に博物館の建物があります。これを設計したのはジャン・ヌーベルです。こちらが本館の入り口で、ここからスロープを緩やかに上がっていきます。足元の趣向が面白いでしょう。これ実際に現場で見ると白い文字が流れているんです。ところが撮影してみたら色がついているという、なんとも不思議な現象です。長いトンネルの先にようやく展覧会場らしきものが見えてきました。ポスターのモデルにもなっているこの女性、高橋弘子さんです。彼女自身がデザインした着物をまとって堂々としたポーズで立っています。とても新鮮な着物姿だと思います。この展覧会は実はロンドンのビクトリア&アルバートミュージアムで2020年に行われました。それが今度はパリに舞台を移して11月から開催されています。この展示に私はとても感心してしまいました。これ何かお分かりになりますか？そうなんです。着物の部品になる布です。そもそも着物というのは糸が織られて反物になって、そこに染めや刺繍が施され、その反物を裁断してそれぞれの部位に分け、縫い合わせて初めて着物になります。会場のアニメーション動画ではその様子がとてもよくわかるように、しかも美しく解説されていて、そこに私は感心してしまったんです。はい、そしてこちらが実物というわけです。背中に富士の白根を背負う格好の着物、とても粋ですよね。そしてこちらにはまるでフランス国旗トリコロールを思わせるような配色の展示がありました。左端は18世紀の小袖。文字を刺繍してありますが、これは近江八景を読んだ和歌にちなんだものです。柄そのものと和歌とで名勝地を連想させるというなんとも高尚なおしゃれです。朱色は紅花から取っていてとても高価なもの。しかもそこに丹念な鹿の子絞りが施されています。こちらは見事な刺繍の着物。シュス、つまりサテンの生地独特の光沢とも相まって、絹糸の表情がまばゆいばかりです。長袖屏風。そしてこちらには友禅染めの小袖。友禅染め独特の糊の仕事。この白に
染め抜いてあるところがとても美しいです。大胆な構図、緻密な技、それらが組み合わさっているところが本当に粋だなと思います。これは実際に着てみたところを再現して見せてくれてます。まあ、この帯の刺繍も素晴らしいではありませんか。実に贅沢、おしゃれの極みですよね。着物というのは文字通り着るという目的を持ったものなわけですが、江戸時代の着物は一つ一つの細工が芸術品の域だと思います。あ、この辺りにもとっても大胆な着物がありますが、どうやら歌舞伎役者の着物のようで、こちらは八代目市川團十郎の浮世絵。そしてこちらは九代目團十郎が着用したと言われる着物。恋の滝登り、登竜門の故事を彷彿させる柄です。こちらは打って変わって骸骨の模様。これは当時の人気役者が舞台で着ていたものが庶民の流行として取り入れられたというものなのだそうです。さすがにこれを表着とはせず、襦袢として使われたのではと解説がありました。そして江戸時代のファッションリーダーといえば太夫さんがいます。金糸をこれでもかと贅沢に使った立体感のある刺繍。さぞかし重たい衣装でしょうに、それを高下駄を履いて練り歩くという花魁道中。おしゃれは我慢とは今でも言われることですが、江戸時代もきっとそうだったんでしょうね。さて、世界の中の着物というコーナーが私はとても面白いと思いました。着物にしてはちょっと変わった形と思いますよね。これはスコットランドの紳士の部屋着なんだそうです。こんな感じでまとっていたんでしょうか。日本で作られたものだそうですから、鎖国をしていた時代でも外国をちゃんと意識してたんですね。このこんもりとしているのは余儀。着物というよりはむしろお布団ですね。大きな家紋があしらわれているのも面白いですが、和ザラサという柄がまた興味深いです。サラサはもともとインドから渡来したものですが、その柄行きと技術を日本人がすっかりものにしていたということがここから伝わってきます。そしてこれは本当に珍しい。私は昔からかなり着物を見てきた方だと自分で思いますが、これは初めて見ました。形は打ち掛け、けれども生地がなんとフランスのリヨンで織られたブロケード。それも紳士用の服地として織られたものが日本の大名の奥方の打ち掛けとなっているというわけなんです。傷んだところが全くなくて、まるで今時のもののよう、きっととっても大事にされていたんでしょうね。そしてこちらは男性の襦袢。袖口と裾の布はインドで作られた舶来のサラサ。さぞかし珍重されたものと想像されます。そしてこちらも男性の襦袢。これは
イギリスかフランスで作られたコットンプリントだそうです。当時の男性は表には見えないようなところで、実はとっても贅沢なおしゃれを楽しんでいたということが想像されます。この絵もまた世界の中の着物を象徴しています。ロンドンで1873年に描かれた肖像画。上流階級の女性が着物をまとってモデルになっています。実物の着物をまるで手に取るようにディテールが細かに描かれていて、思わず見入ってしまいます。そしてなんと描かれた着物そのものが今もきれいに残っているんです。こちらはスモーキング。外国の翌年、横浜に誕生した商店であつらえたもので、形は洋服、素材は日本の染色品。組紐の飾りがなかなかですよね。驚くのはここまで見てきた着物すべて外国でコレクションされてきたものなんです。さて、時は明治。この頃になると化学染料が使われるようになってきます。この紫の色などは特徴的ですね。文明開化。上流階級の女性たちは着物から洋服へと移行していきますが、この男性用の襦袢には線と鉄道開通など、この時代の世相そのものが模様として描かれています。この辺りは最初からヨーロッパやアメリカに輸出することを目的に作られた着物などが並んでいます。江戸時代に磨き上げられた技は明治になっても健在だったことがわかりますね。ここまでは上流階級の着物が中心でしたが、この辺りはちょっと雰囲気を変えて庶民の着物の展示です。絹は絹でも銘線と呼ばれる織物で、大正時代から昭和初期にかけて大流行。今見てもハッとするような大胆な色と柄。こういう着物姿の女性たちが街にたくさんいた時代って、どんな風景だったんでしょうね。この辺りは男性の着物、羽裏だったりしますが、これは男の子のお宮参りの時の晴れ着ですね。大海原を行く戦艦日の丸の翼の飛行機が強さの象徴だった1930年代の着物です。そしてこちらは東京からロンドンまでの飛行を成功させた神風号の偉業をたたえた柄行きになっています。さて、昭和の着物オンパレード。人間国宝森口邦彦さんの作品もありました。そしてここにもこの展覧会ならではの趣向が、デビッド・ボーイ、美容具などの衣装に着物のエスプリが取り入れられているところ、クイーンのフレディ・マーキュリーは来日した時に好んで着物を買い、それを自分で着ていたということがわかる展示です。こちらはモードの世界の着物。クリスチャン・ディオールのピンクのドレスはジャン・ガリアーノのデザインです。
最後のコーナーは現代の着物。へえ、こんなのもあるのと、日本人の私でも驚いてしまうような着物がめくるめくようにあって、着物よ着物、あなたは一体これからどこまで行くんでしょうと、私は思わず頭の中でつぶやいていました。